名調今更始める価値はあります。なぜ？おはいえなし。私が名調始めて1年経って、そんで5月23日で名調はリリースから2年経ちます。区切りがいいんで、アークナイツエンドフィールドとか、スタレーゼンゼロとかいう競合&競合を差し置いて、わざわざ名調始める価値があるのかと題して、プレイ時間200時間強、累計動画投稿配信数70本超の名調信者がレビューします。信者なんで、始める価値ありますっていうのは当たり前なんで、じゃあなぜなのかっていう理由3点、そして名調の弱点にも触れるので、それをもとに本当に始める価値があるかどうかご判断ください。早速参りましょう。名調今からでも始めるべき理由1点目。神ゲーもとい、神ゲーだからです。一旦聞いてください。皆さんの中で名調リリース時にやったけど脱落したって方いますか？その時どういう印象を抱いてましたか？漢字だらけ、話が難解、暗い、重い、全部合ってます。名調リリース当初のメタクリティックスコアは100点中69点。第1章今週編の評判が悪くて、例採取共鳴者名式残像音外周波数エナジー会食現象。専門用語の説明に専門用語が使われていて、ローンチ時点では会話のバックログ機能がなかったのもあって脱落者多数。ローンチ翌月の月賞約100億円だったところ、その翌月以降売上が2分の1から4分の1に急減し苦戦を強いられてましたが、第2章のリナシータ編では雰囲気が一変。ベネチアとルネサンス期のイタリアを混ぜたような明るい舞台と、さっき例示した小難しい世界設定よりも旅先で出会うキャラクターそのものに脚本の力点が置かれるようになって、もともと最強クラスだったビジュアル表現の進化も相まって、セールスもバージョン 2.0 リリースの翌月は前月比 326% アップと順調に伸長していきました。っていうあたり、最初あれだったけど今明るくなって良くなったらしいぐらいの話は聞いたことある人も多いんじゃないでしょうか。が、私が今言いたいのはこれでまだ半分。今週からリナシータ、ここの進化は確かに強烈だったんですが、リナシータからラハイロイ、ここもやべえ。リナシータ編で1回だけ私は名調神ゲーと言ったことがあって、バージョン 2.5 フローバーというキャラが絡むメインシナリオがあまりにも良すぎてそう称したんですが、その当時でも名調ここ弱いなぁと感じる要素がいくつかありました。そのうちの大きな一つが現地妻集めストーリー。名調って英語ではワザリングウェーブズって言うんですけど、英語ではギャザリングワイブズなんて揶揄されてたぐらいで、あるバージョンでカルロッタと出会って彼女のお悩み解決して攻略完了。なのに次のバージョンではカルロッタ消失。代わりに別の新キャラロココが現れてお悩み解決して攻略完了。次のバージョンではロココ消失。こんな感じで言い方悪いんですけど使い捨てられてくんですよね。で、加えてこれは世界設定重視からキャラ重視にシフトチェンジした副作用なんですが、目の前の女の子は都度助けてるんだけど、で、主人公としては何がゴールなんだっけってところがぼやっとしてるから冒険の動機づけもやや弱い。もう開き直ってキャラゲーとして見なすにも脚本がワンパターンかつ一期一会すぎて微妙。演出面は相変わらず超デラックスだし、話の分かりやすさっていう面では良くなったんだけど、ただ総評で言うと世界観駆動型として見るにもキャラゲーとして見るにも軽薄あるいは消化不良なのが惜しいんだよなっていうもどかしさがありました。これが全部解消されました。直近の第3章ラハイロイ編のシナリオマジで面白い。特にバージョン 3.1 なんか私国内最強 MMORPG であるファイナルファンタジー14畑の人なのでそれで例えるんですけど、瞬間最大風速で言うと漆黒クラスですね。これ別に私だけが言ってるんじゃなくて、非化線兼漂白者がタイムラインでそう評価してるのを見てます。バージョン 3.1 はエイメスというキャラに関わるシナリオなんですが、彼女自身の人物造形の描写も丁寧ですし、主人公のルーツも一部明らかになって物語の大目的にも輪郭ができ始めましたし、その後のストーリーではエイメス以外のキャラ、過去キャラですとか将来実装されるキャラ同士が重層的に絡み合っていく。で、そこには物語に深みを与える絡み方もあれば、分かりやすく萌え豚させてくれるシーンもあり、冒険探キャラゲー双方として進化してます。で、頭打ちだと思っていた演出面のレベルもさらに強化していて、日常の会話シーンで何回目使ってどんだけキャラ動かすんだよって感じで、もはやムービーシーンとの区別もつかないということで、結論最強になったということです。リナシータの時点で神ゲーだと思っていたところ、ラハイロイでハードル超えたので神ゲーっていうこと。この右肩上がりっていうのが人に進めるにおいて本当大事だと思っていて、単にゲームが一定品質だと、たとえそれが高水準だったとしても、この後そのゲームを続けることで得られる喜び期待値が予測できちゃうので、自分が楽しむ分にはもうそれでいいんだけど、わざわざ人に布教活動するかっていうと尻込みしちゃうんですよね。だったらまだリリースから3ヶ月のエンドフィールドの方が喜び期待値未知数だからそっちでいいじゃんって正直思っちゃう。ただ常にベストを更新してくれると、今後どれだけのゲーム体験が得られるか私にとっても未知数になる。未知数だとワクワクする。ワクワクすると人にも勧めたくなっちゃう。なので2年経とうがうるせえ今が一番早いんだ、いいから一緒にやろうぜって手招きできるんですよね。というわけで名
名調神ゲーだから一緒にやろう。これが1点目のお話でした。ただそうは言ってもリリースから2年目、その面白パートに追いつくまでに時間かかるんでしょとか、これ以上ゲームを掛け持つのはっていう風に一歩踏み出せない方もいるんじゃないかと思います。そういう人向けにお伝えしたい今からでも間に合う理由の2点目なんですが、キュッとしてるです。こちらは名調のメインシナリオを最新まで追いつくのにスキップ一切せずに周囲の NPC の話も適度に聞いた上で進めた場合の所要時間なんですが 71.5 時間。一方でメインクエが長いことでおなじみ崩壊スターレールの所要時間はムービーと会話だけで112時間、移動とか戦闘含めたらおそらく150時間ぐらいはいく感覚です。単純に2周年 vs3 周年っていうリリース期間の長さ以上の開きがありますね。私はチューチュー動画出してる通り重厚長大なストーリーのスタレもカジュアルに楽しんでるので、スタレをディスるつもりは一切ないんですが、ただ新規の入りやすさという面では名調に一歩軍配が上がると考えています。加えてでかいのがエンドフィールドとか全ゼロだと行動レベルとかインターノットレベル制限でメインクエの信号が妨げられるので、結局デイリーやら再度やる必要があって時間かかっちゃうっていうのもあると思うんですが、名調は最序盤に1回だけその制限があるんですけど、それ以降一切制限がかからなくなるので、その気があればマジで突っ走れます。それでも 71.5 時間って長くねって思うかもですが、スキップなしで周囲の NPC の話聞かずにまっすぐ進めれば55時間ぐらいじゃないかな。評判微妙な第一章飛ばし飛ばしにしたら45時間ぐらいまで縮むかと思います。一個一個のシーンの作り込みが変質的な代わりに良くも悪くもスパスパ展開していくのが名調の味なので、2周年って言葉にビビらなくて大丈夫です。で、キュッとしてるのはメインシナリオだけじゃなくてもう一個あって、それが何かっていうとデイリーです。エンドフィールドもリリース当初と比べると理性消費コンテンツの周回効率上がりましたけど、言うて希少素材採取とか D ジャンゴーとかヤチ取引権交換とかフレポとかスタミナ消費以外のデイリーが豊富という意味で依然やや重め。一方で名調はデイリーはマジでスタミナ消費しかないし、そのスタミナ消費も 2,3 分で終わります。他のゲームだとアイテムが必要だったりするスタミナ2倍消費も無制限で使えるのがでかいこと。デイリーはオートができるスタレが最強と言われていますが、個人的には名調も一瞬すぎて変わらんですね。開発元の黒ゲームズとしてもこれは意図した設計で、インタビュー曰く短い時間でもそのプレイ体験を密にすることが結果的にゲームを長期的に楽しんでもらうことにつながるという考えだそうです。確かに時間としては 2,3 分ですけど、その間もカルテジアの幻想的なエフェクトだったり必殺技でぶった切ってダメージ表記が出た時の爽快感を感じているので、作品からその思想は伝わりますね。ただ繰り返しなんですけど、名調はレベルでクエスト進行制限かからんからメインクエ進めるだけならデイリーすらやらんでもいいんですけどね。メインクエ進める中で名調おもろ本腰入れてやるかってなった後のデイリーも軽いから、日常生活なり他のゲームとの兼務を逼迫しないよ。これが今からでも間に合う理由の2点目です。最後3点目、手前味噌で大変恐縮なんですが、私が整備したからです。名調は原神ライクなゲームなので、その辺のシステム分かってる人ならおそらくすんなり入っていけると思いますが、それでもどれがどれに対応してるか分かりにくかったり、どの要素が枝葉でどの要素が重要か見極めが必要だったり、あとバトルのアクション要素の強さや一部コンテンツなんかはゴリゴリ名調独自要素です。というのと、他ならぬ私が1年前そうであったようにガチャゲーなんかミリも知らん人だと、そもそも天井とかすり抜けとか凸とかすら知らねえわって感じなんで、そういう人からするとマジで最初ちんぷんかんぷんでしょう。大丈夫、とりあえず名調インストールしたらスタートアップガイドを見ろ。それだけ見ればいけます。何のコンテンツが大事かわからない？コンテンツガイドを見ろ。キャラ育成の全容がわかんない？キャラ育成ガイドを見ろ。キャラの動かし方がわかんない？全キャラ解説動画作ったから見ろ。そもそも壁にはまるキャラがいるかわかんない？じゃあキャラ紹介動画を見ろ。新しいゲーム、新しいキャラ、新しい要素を理解しようとした時に生じるちょっとしたストレスを一連の動画で片っ端から取っ払った自信があるので、私が苦労した分皆さんは名調の美味しいところだけを味わっていただければと思います。っていう過去に道路舗装した話もあるんですけど、未来の話もあって、約10ヶ月前のバージョン 2.5 から私はマイバージョンストーリー感想動画を上げていて、間違いなくあと1年は続けます。つまり一人で楽しむだけではなく、私と一緒に感想を共有して楽しめるということですね。はい。私はストーリー理解の解像度が低いんで、感想動画で小気味良い考察ができるわけではなく、おっぱいに発情してるだけなんであれなんですけど、ただありがたいことにコメントは頂戴するので、みんなでおもろかっただ、今回は外れ回だっただ、好き放題言い合う環境は提供できてると思いますし、今後も頑張るので、名調にはそういうみんなで楽しむ場があるってこともぜひアピらせてください。なので名調始めるならチャンネル登録よろしく。最後は大前になりましたがまとめ、今からでも名調が間に合うのはなぜかというと、尻上がりにゲーム体験が進化していて、今後浴びれる体験品質が見通せない神ゲーだから。2周年とはいえキュッとしてるので追いつきやすく、キュッとしてるので追いついた後のデイリー負担も穏やかだから。そして私が解説動画を量産したことで追いつくまでの学習工数を極小化した上、今後のシナリオもみんなで一緒に楽しめる土壌を作ったから。これが名調今からでも間に合う理由です。で、最後にフェアではないので、私が認識している名調の弱点についても共有します。とっても簡単です。スペック弱者はされ、つまり最適化面の遅れが弱点です。特に際立つのがストレージの要求量。ロンチ時点で PC 版の
必要容量は 30GB だったところ、直近バージョン 3.2 時点ではなんと 130GB。しかもアップデの際はさらに一時的に必要容量が増えます。この時点で今門前払いを食らってしまった人もいるはず。全ゼロのクラウド版みたいな仕組みがあればいいんですけどね。直近だけ微減したものの基本的に要求容量は右肩上がりが予想されるので、このプレッシャーに耐えられる端末を持っているかどうかは鍵ですね。逆に言うとマジ弱点それぐらいです。ここで突然ですが、バージョン 3.3 リリース後の世界の私から補足。右肩上がりに増えていくと思いきや、バージョン 3.3 では 3.2 と比べてさらに容量が削減されたぞ。特にモバイル版の削減量が素晴らしい。詳しい最新の容量はググってね。名調もう弱点ないじゃん。バージョン 3.3 リリース前の世界に戻ります。前はストーリーの単調さだったり、バトルコンテンツの目標のなさだったり、むせ返るギャルゲー集だったりに人を選ぶ感なり弱点感を見出してたんですけど、ストーリーの改善はさっき言った通りだし、バトルコンテンツも最近追加されたエンドコンテンツが素晴らしくて育成のモチベーション上がりましたし、ギャルゲー集もむせ返るかっていうと、いやまあむせ返るんですけど、以前よりは魅力的な男性キャラが出てきて話が締まりつつで女性ファンも増えてきてますし、総じて今は資格がない神ゲーだなと心底押せます。あえて1個挙げるとすればローカライズの質かな。誰かが言ってて確かにと思ったんですが、某ホヨバゲーは中国語ペラペラの日本人が翻訳したみたいで、名調は日本語ペラペラの中国人が翻訳したみたい。ちょっと直訳っていうか堅苦しい言い方するなって時がありますね。アサインされる声優さんの演技力が最強なんで終わってみたらどうでもいいやってなるんですけど、プレイ中はたまに引っかかります。30分ぐらい考えて出てきた最適化の次に来る弱点がこれでした。端末弱者以外は全員やれ。ここまでむせ返るほど名調上げまくりましたが、正直に言うと名調は直近のコンテンツの品質に見合うプレイ人口の増加を果たしてるのかっていうとどうかなーっていうのがいろんな指標をウォッチしている一個人の感想です。もちろん1周年記念イベントの会場がベルサール秋葉原だったところ、2周年記念イベントの会場が幕張メッセになったところとか、この辺りは名調の快進撃の表れと言える一方、バージョン 3. ペケという少し深い区域に入った上での進化なので、その熱狂が外に伝わりにくいのかなと思っています。でもしこの仮説が正しければ、今後名調が絶え間なく進化を続けたとしても人口面での成長は鈍化していくことになっちゃいますし、海外の動画配信って名調ファン向けのもんばっかなんで、外向けに布教したいわと思いこの動画を作りました。プレイ人口的にはファイナルファンタジー14やホヨバゲーの後人を排す名調の動画を私が上げてるのはシンプルにおもろいからです。ぜひ手を出してみてください。先輩漂白者の方、名調をおすすめできる理由は何ですか？弱点はありますか？これを聞いた未プレイの方、やる気になりましたか？気になるところはありますか？気軽にコメントください。興味を持った方は概要欄のダウンロードリンクからインストール、キャラを味見したい方は概要欄のキャラ紹介動画をチェックしてください。あと私、名調しゃぶり尽くしチャンネルの登録もお願いします。動画化に至らない小ネタは X でも語ってます。そちらもフォロー何卒お次はなし。